皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。はい、今日は日本でのニックネームの付け方についてお話しします。はい、というのもある生徒さんとひよりさん子供の時とか今のニックネームってありますかっていう質問をいただいて、なんて呼ばれるかなって考えてたんですね。で、私のニックネーム、今はひよりんって言われることが多いです。ひよりん。で、それ聞いた生徒さんが、もともとひよりで、ひよりんってニックネームの方が長くなるんですかって聞かれては、確かにそうだなって思いまして、はい、日本でのニックネームの作り方というか付け方をご紹介したいなと思います。はい。まずニックネームなんですけど、ニックネームっていう呼び方もあれば、あだ名という呼び方もあります。どちらも同じ意味ですね。はい。で、ニックネームの付け方、いろんな付け方があるんですけど、まず私のひよりんみたいに、名前の最後に可愛い音をつけるっていうのも結構日本では主流のニックネームの付け方です。さっき言ったひより、ひよりんとか、私小学生ぐらいの時はひよりっちひよりっちって言われてました。長いよね。そう、何々っちとか、あと他の子の名前だとまいっていう子がまいやんって言われたり、そういう最後にんとか何々っち何々やんってつけるのが音がね、可愛く聞こえるんですよね。はい。で、同じように可愛く聞こえる系で言うと、小さいつを使う。例えば、りさこちゃんっていたら、りっちゃん。最初のりを取ってりっちゃんって言われたり、例えば、名字を使うこともあって、松本さんっていうと、まが最初にあるから、まっちゃんって言われたりね。はい。いますね。私の友達でも、松から始まる名字の子がいて、まっちゃんとか、言われてますね。あとは、名前の、最後を伸ばす。長い音を使うっていうのもありますね。例えば、橋本さんっていたら、ハッシー。はい。はっちゃんはあんまり言わないかな。ハッシーっていうのがよくつけられるあだ名ですかね。はい。あとは今この中でもよくあったんですけど、名前を短くする。さっきの橋本もハッシー。短くしてますね。はい。短くする系で言うと、例えば、こうすけくんとか、4文字ぐらいの名前で日本語では結構長い名前なので、最初の半分を使ってこうちゃんって呼ばれたりねしますね。あと渡辺さんっていうのも、これは後半を使ってなべちゃんとかなべさんとか、はい、そういうニックネームつけることが多いかな。こんな感じで、自分の名前、その人の名前の最初の音を使ったり、前半部分、後半部分使ったりして、可愛らしい、可愛く聞こえる名前をつけることが多いかと思います。はい。あともう自分の名前から完全に離れて、その人の見た目とか特徴とか、その人の性格とか
そういったものを表すようなニックネームをつけることもあります。例えば私で言うと、小学生の時ひよりっちとかひよりんだったんですけど、中学生になると森様って呼ばれてたんですね。それが私名字が森で、様ってわかります？お客様とか何々様、ちょっと敬うような継承ですね。森様。なんでそんなこと言われてたかっていうと、私結構中学生の頃は真面目キャラで、勉強もめっちゃ頑張ってて、生徒会っていう学生の代表みたいなこともしてたので、なんというかな、自分で言うのも変なんですけど、なんか敬われてるわけじゃないんですけど、はい、なんかちょっと怖かったのかな、かもしれないんですが、そういう感じで森様って言われてたり、あと仲いい子はひよりって、もう下の名前をシンプルにひよりって呼んでくれたりしてましたね。で、高校生の時はさあって呼ばれることがあったんですけど、これはもうほんと関係なくって、なんか高校で新しい友達ができた時にひよりって中学生の時ニックネーム何だったのって言われて、森様って言われてたよって答えたんですよ。そしたらその聞いた友達が森さって聞き間違えて、森ささあもうさあでいいじゃんっていうことになって、もう全然自分の名前と関係ないさあっていうニックネームで呼ばれてましたね。あと本当に最近知り合った人にはマダムって言われたりしました。なんか私の見た目なのか、もう結婚してるからなのかわかりませんけど、マダムっぽいっていうところでマダムって呼ばれたりしましたね。はい。とかこれは私のニックネームじゃないですけど、例えばなんか物をよく知ってる人、物知りな人に博士って名前をつけたり、先生って呼んだり、そういうその人の性格から特徴からニックネームを考えることが多いですね。はい。で、ニックネーム考えるときに大事なのは、当たり前のことなんですけど、その呼ばれる相手が不快にならないような名前をつけてあげるのが大事ですね。で、親しみを込めて可愛く呼べるようなニックネームがあると、そのニックネームつけられた子も嬉しいんじゃないかなと思います。そして相手に合ってる名前をね、つけてあげるとそれも嬉しいんじゃないかと思いますので、日本人にあってニックネーム考えてあげることって少ないとは思うんですけど、私ひよりです、ひよりんって呼んでねってあだ名を紹介されることはあると思うので、日本人ってこんなニックネーム、あだ名をつけるんだなって考えるだけでも面白いんじゃないかと思います。で、なんかアメリカとかね、イギリスとか英語圏でもいろんなニックネームの付け方あると思います。もちろん他の言語でもニックネームの考え方、付け方って違うと思うので、ぜひ皆さんの地域、皆さんの国でよくあるニックネームの付け方があればコメント欄で教えてください。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。